さんこんにちは、山上アリシアです。今日はポジティブ思考についてお話ししたいと思います。でこのご時世ちょっとテンションが下がってたりとか落ち込むことがあったりとかすると思うんですけれども、今日は私が日常的に心がけているポジティブ思考の方法をちょっと紹介していきたいと思います。まず最初に皆さんとシェアしておきたいことが、どんだけハッピーですごい明るい人でも悩み事だったりとか落ち込むことはあるっていうことを忘れないでほしいです。その落ち込んでる時だったりとか悩み事がある時のその時点でどういうふうに行動するか、どういうふうに捉えるかによって本当いろいろと変わってくると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ということで私が一つ目に心がけていることが規則正しい生活を送ることです。ライフスタイルによってまた変わってくると思うんですが、私はできる限り早寝早起きをしてバランスの取れた食事をとり、あと適度な運動をすることです。日差しを浴びたりとか運動をちゃんとするとセロトニンだったりとかエンドルフィンが出てきて、もう自律神経が安定するのでハッピーになれると言われています。幸せホルモンとも言われてるんですよね、セロトニンが。で、運動って言っても全然ジムに行かなくてもお家でちょっと運動したりとか、普通に大掃除をしたりとか、もうほんとちょっとしたことでもいいんですよね。一駅歩くとか、エスカレーターとかエレベーターじゃなくて階段を上るとか、そういう小さい積み重ねを日々取り入れようとしています。で、2つ目がマイペースを心がけることです。私もこれ結構難しいんですけど、常にイエスマンになってて自分のペースが分かんなくなっちゃったりとか、忙しすぎちゃって自分に余裕を持ててない時とかってアンハッピーな時が多いから、私の今年の抱負でもあった無理をせずっていう自分らしくマイペースでっていうのもハッピーマインドへの道のりだと思います。3つ目がポジティブなオーラをにじみ出すもうこれに関しては自分がハッピーだとハッピーな人が寄ってくると思うんですよね。ネガティブになっちゃうとネガティブなものをすごい引きつけちゃうと思うんですよね。だからそれを逆に捉えると、ハッピーでいればハッピーなものがどんどん来るんですよ日常的にもうスッてするよりもこうちょっとリラックスした状態ですごい自分から私明るいですよ、ポジティブですよっていうのをにじみ出す。あと発信する言葉もできるだけポジティブな言葉を使ったりとか、ポジティブに受け入れることが大事だと思います。だから難しいとか大変とかめんどくさいとかも、新しい楽しいいい経験とかそういうポジティブ変換をしていくと結構自分も楽になるし、それを聞いてるみんなも確かにって思ってくれたりとか、もっとポジティブに捉えるとそれがプラスになっていくことが多いと思うので、私はポジティブをできるだけ発信するようにしています。で、4つ目が自分の心と体に耳を傾けることです。体の健康もすごい大事なんですけれども、心の健康もすごい大事で、自分に優しくしてあげることはすごい大切だと思います。体の健康のことを考えると、私は運動だったりとか食事を気をつけたりとかするんですけど、食事のことだけでも全てヘルシーなものを食べるっていうことだけじゃなくて、自分が食べたいもの、それがジャンクであってもスイーツであっても何でもいいんですけど、自分が食べたかったら食べる。でもその日食べたいって思わなかったら無心で食べない。本当一つ一つの食事を大事にして食べることを意識したりとかで、心の健康だったら自分がハッピーでいられる環境に行くことだったりとか、本当ポジティブな人の周りにポジティブをもらいに行くだったりとか、人と話して自分のストレスを解消したり、好きな音楽を聴いてちょっとリラックスしたりとか、そういう自分の心と体が欲していることをちゃんと聞いてあげることは大事だと思います。私は結構落ち込んでる時だったりとか悩んでる時はもうほんととことん下がりますでもその落ち込む時とかに時間を決めたりとかをしています。だから今日の一日はもう落ち込む、もう
これだけ悩むとかもう今日は一日泣くとか、もう何でもいいんだけど、もう落ち込みたい時はちゃんと落ち込んで、ちゃんと心をリラックスさせてあげるようにしています。で、その次の日からとかはもう新しい日なので普通の日常に戻るっていうことを心がけています。一日でね回復しない時もあるんですけど、そういう風にちゃんと自分の中で決め事を作ると、自分の心もちゃんとリセットできるし、余裕を持てると思います。あとはもう完璧を求めないことが一番大事だと思います。私も結構完璧主義者のところもあるので、この YouTube の中でもすごい完璧なお家を見せたいとか、綺麗な状態で見せたいっていうのもあるから、私もそこはちょっと皆さんとね、すっごい汚いとかはまだまだ見せれないんですけど、そういうのもあるっていうのを隠すことだけじゃなくて、ちゃんと話していければなとは思っています。まだねちょっと時間かかるけどでも完璧じゃなくていいっていうことを自分には言い聞かせて、心も体も健康でいられるようにしています。そして最後の5つ目が気分転換をすることです。私が結構お仕事中だったりとか、素早く気分転換したいときはアロマオイルを香ったり、ハンドクリームを塗ったりとかして気分転換したり、私の場合結構自然が大好きなので、山に行ったりとか海に行ったりとか、行ったことのないところ、今のご時世ちょっと行けなかったりとかもするんですけど、行ったことのないところに行ってみるとかで、ちょっと気分転換をして自分をリフレッシュしてあげることです。っていう感じで5つのポジティブ思考法だったんですけど、本当ポジティブ思考っていうのって難しいと思うんですよね。なんか一つだけやればポジティブになれるっていうの無理だし、ずっと永遠にポジティブなわけがないから、しかも多分ずっとポジティブだと面白くないんですよね、人生。わかんないけど、自分も偉そうなこと言えないけど、もしチャンスがあればぜひトライしてみてください。はい、っていう感じで今回はちょっといつもと違う感じでしたが、いかがでしたでしょうか。皆さんからのコメントだったりメッセージとかもリクエストもすごく嬉しいので、いつもお待ちしておりますグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。